こんにちは。今年も梅仕事の季節が来ましたか？梅です。青梅が出たらみんな大好き梅シロップ作りですよね。梅仕事歴40年、今年は初心に帰って梅と氷砂糖だけでやってみます。うまくいくかな？用意するものは青梅とお砂糖と容器だけです。青梅 1kg、少し黄色いのが心配。氷砂糖、密閉容器。今回3個の容器で別条件で比較します。梅の拭き取りにキッチンペーパーなど、容器の煮沸消毒に使っているお玉、梅のヘタ取りに竹串など、煮沸消毒の時やけどに注意の軍手。こんなところです。いくわよ。梅を水につけて洗いましょう。汚れや産毛が取れるかな？梅が真っ青でアクに敏感でアク抜きしたい場合はこのまま 1,2 時間アク抜きをしてください。雑味を出さないためにヘタを取ります。竹串や爪楊枝などでヘタの横を少し刺して回すようにしたらどうでしょうか？はい、取れた。キッチンペーパーや布巾でさらに汚れを落としながら水分を拭き取ります。はい、きれい。もう一回竹串の先を使って梅を回してポロリ。キッチンペーパーなどで拭き取ってキラリ。もちろん梅が少々傷ついていても気にする必要なし。そしてポロリ。はい、きれいになりましたね。梅を乾かしているうちに保存容器の消毒いくわよ。パイレックス 1.4 リットル、これが1リットル。こっちの背が低いのが形が違うけどやっぱり1リットル。すべて年季が入っている。アルコールやホワイトリカーで拭き上げるのでも OK。 立てて入れるなら容器が浮かばないように少し水を入れます。ガラス容器は耐熱性でもいきなり熱湯に入れると割れる時があります。あと容器も古いと割れる時がある。水からいきます。水を入れた鍋に容器を入れます。点火。沸いてきたお湯を入れていきます。なみなみ入れて 2,3 分そのまま。そしてやけどに注意でジャーッと開けます。あとは適宜煮ていきます。蓋にもお湯が当たるようにトングで回したり、沸騰を保って合計5分から10分くらい。やけどに注意で取り出します。やけどに注意。はい、煮沸消毒して準備完了。乾かしながら冷まします。アルコールで拭き上げても OK。 弱そうなパッキンは外してアルコール消毒がいいです。仕込み。 1.4 リットルのパイレックスには 400g、 1リットル容器には 300g、 こっちの背の低い1リットルにも 300g、 300g だけ冷凍します。梅合計 1kg です。氷砂糖は梅と同量。梅 600g、 氷砂糖 600g。 これは冷凍も穴開けもしない部門。砂糖と梅を交互に入れます。まずは砂糖。そこに敷き詰めました。次に梅。はい、次また砂糖。梅。最後に残りのお砂糖を捨てて梅そのまま部門完成。今
回の3パターンは全て経験済みですが、比較してみるのは初めてです。次は梅に穴を開ける部門。フォークで10回くらい突き刺します。もちろん梅エキスの抽出促進のためです。梅エキスを少しでも早く抽出して砂糖を溶かし、シロップを上げた方が梅のカビや腐敗を防止できます。ひとえに今回の実験もどれが一番シロップが上がって失敗しにくいかです。あとはさっきと同じ。そこに砂糖、梅、砂糖。初心者でも失敗が少なく、仕上がりが白くて綺麗な氷砂糖を使っていますが、サトウキビ糖や仙草糖、蜂蜜など何でも OK です。いずれも砂糖をしっかり溶かしていく必要があります。細かいお砂糖のパターンは以前の動画を見てね。はい、 OK。 冷凍梅も同様で3瓶揃いました。冷暗所ということで食品庫で保存します。温度が高く発酵しそうなら野菜室がおすすめ。入る？翌日です。よくわからないかもしれませんが、冷凍梅の蜜のたまり具合がトップ。何もしていない梅はほんの少し下に蜜が溜まって汗をかくような程度。穴を開けた梅はその中間。穴が茶色になっています。下の蜜がほんの少し。冷凍梅は全体的に茶色になっているものと一部変色もあり、容器を動かして蜜が回るようにします。これから毎日3つとも分け隔てなく。それより梅そのままと穴あけ梅の追熟が気になる。追熟してるよね。3日後。3日目です。明らかに冷凍梅がリードしてる感じ。やっぱり何もしない梅の蜜はまだ少し。穴あけ梅は進みました。冷凍梅は梅がシロップに浸かってきた感じ。差が歴然。またシロップが全体に梅にかかるように攪拌しておきます。シロップが梅全体にかかるように。やっぱり追熟されているような感じ。茶色にもなってるし。でも気にしない。私失敗しないのでのはず。1週間後。1週間経ちました。それぞれ溶け進んでいますが、加工なしだけやっぱり遅い。だいぶ溜まったけどね。ゆすっておく。穴を開けた梅はもうだいたい溶けた。中の梅はシワシワだったりまん丸だったり、いろいろですね。冷凍梅も砂糖がだいたい溶けた。梅もまん丸だったりシワだったりで、穴開け梅と大差ない感じ。3週間後。ちょうど3週間経ちました。出遅れていた加工なしの砂糖も完全に溶けました。梅もシワ増えた？とか言われたくないけど、もちろん穴あけ梅も砂糖は完全に溶けています。冷凍も砂糖が完全に溶けています。すべて完成とする。無加工の中の梅、シワになっているものが多い感じ。続いて穴あけ、シワシワが少なめかな。最後に冷凍です。シワシワとシワになっていないが混在しています。つまりあんまり差がないな。いよいよシロップチェック。それぞれをコップに入れてみます。一応ひしゃくは一組ごとに洗います。どうかな？どれも澄んでいて綺麗。いかがでしょうか？差はある？やっぱりどれも綺麗。わからない。
味見加工なし。はい、いつも通りの味、おいしい。スプーンを変えて穴開け。やっぱり出来のいい梅シロップ。冷凍梅。特に渋みとかもない。ますますわからない。すべて大成功とする。薄めて飲んでみます。5倍から10倍ぐらい。今回は同条件で夏を乗り切るお味。おいしい。穴開け梅のシロップ。やっぱりおいしい。予想通り出来上がりに対して差はなし。3つとも最高。梅の様子も大差なく、漬け始めた時の梅の熟し方の方が要因大きそう。梅の状態のばらつきが出る。特に予想外なのは冷凍した梅がしわしわになっているものが多い。追熟が進まなかったせいだと思いますね。保存について、場所を取らないことと空気に触れる面を減らしてカビや発酵を防ぐため、熱湯消毒した細口瓶に入れて保存します。お湯をかけたり入れたり。細口瓶は放置だけでは乾きにくいので、急ぐときはドライヤーを使います。もはやすべて一緒に混ぜて保存します。1000ml、1リットル瓶です。いくわよ。こぼさないように。瓶を倒さないように。もう少し。蓋をして、はい、1リットル完成。残りが微妙だったので 390ml 瓶煮沸消毒済みです。瓶詰め前に少し使って梅 1kg で約 1.4 リットルシロップができました。冷蔵庫保存で1年余裕。梅はすべてジャムにしました。ジャムとして使うなら砂糖を足して、料理に使うならそのまま。今回煮すぎてプルーンになっちゃった。鍋掃除のドリンク。おいしい。お疲れ様でした。結論、条件が同じで成功すればどの工程でも完成品に大差なし。よって梅の初心者へのおすすめはシロップ上がりに一番早い冷凍です。でもどれでも大丈夫。自分のペースでね。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てね。応援をよろしくお願いします。